列、あとどのぐらいの女性と関係が、3桁10番めっちゃありますよ。こんにちは、エルビアン TV のレイアンとイです。今日はなんとこちらアバイユさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、自己紹介お願いします。アバユです。今年で42歳になります。新宿2丁目でおむすびバー8を経営しています。最近オバビアンチャンネルというおばさん6人が集まって YouTube をやっています。すごい面白いのでぜひ見てください。見てください。めちゃくちゃ面白いんで。めちゃめちゃ面白いよね。今日はね、私たちの先輩方のアバユさんにいろんなことをね聞いていきたいと思うので、恋愛の話を聞いていきたいと思います。レッツスタート。エルビアン TV。 私ははい。初めて女性と付き合った時をはい聞きたいです。初めて女性と付き合った時ですか？その時はまだ彼がいたんですけど、女の子に興味があって2丁目に来て、オフ会に行って、その場で目が合った子と付き合ったの。それいくつぐらいの時ですか？それが30ぐらいかなの時に、オフ会でドアを開けて目が合ったんですよね。その時に向こうもこっち見てて、でその子と付き合ったのが初めてですね。すごい。どうでした初めての女の子？初めてはもう結構夢中になりました。初めてだからですぐ彼とも別れてみたいな。もともとそういう風な感情を抱いたことがあって、そうですね、迷ってる時期で行かれたってことですか？もともと女の子いいなと思っててみたいな。30ぐらいから女性とそうです、付き合われて今もう10年ぐらい、10年ぐらい経ちますね。どうですかその10年でどのぐらい恋愛しました？3人ですね、彼女は。結構付き合うと長いんで。今って恋人いらっしゃいますか？今は5年前かな、4年前かに一応パートナーシップを結んで、渋谷区のパートナーシップが始まって結構すぐに結んだんですよ。でその方と一緒に住んでて、まあ付き合ったり別れたり付き合ったり別れたり、今はすごい家族みたいな不思議な関係です。でも今もパートナーシップは別に解消して結んだまま。いいですね。3人目ですか？3人目です。3人目いいですね。3人目です。今どのくらいになる？その方今5年ですね。なんか私たち今付き合って2年半ぐらいなんですけど、パートナーシップをなんか結ぶまでなんか考えられなくて、こう考えてはいるけど、タイミングも分かんないし、そうですよね。なんかどういうタイミングでこの人と結ぼうって思ったんですか？付き合って1年目ぐらいにちょっと病気になって、その時に病気になるといろいろ調べるじゃないですか。で調べた時になんかこう皮膚に異常が出るみたいなので、でだからちょっともう別れようみたいなことを私が言ったんですよね。一生一緒にいたいから病院にも付き添いたいしみたいな感じでパートナーシップ結ぼうみたいな、その結ばないとできないことがあるみたいな病院とか、それで結んだって感じですね。じゃなかったら結んでなかったのかな。どうなんでしょうね。難しいですよね。結婚ほどの効力がないから。そうなんですよね、あったら絶対結婚しますよね。できることそんなに変わらないから、この紙の一枚が何なんだろうみたいなのもありつつ、形も欲しいなみたいなありつつ、ありますよね。そうですね。多分うちらもそういうきっかけがあれば、何かそうきっかけがないと多分やらなかったのかな。男性と付き合ってたけど別れて、こう付き合ったじゃないですか、女性に。その後の何十年っていうのは全部女性だったんですか？そうです。男性に戻ろうとかなかったんですか？なんか彼女と別れた時とかはやっぱり思いましたね。もう男の人に戻った方が楽かなとか、男の人の方が、まあ、甘やかしてくれるからっていう理由で、でもやっぱ好きになれないみたいなので、やっぱり女の子がいいなって毎回思う。好きになりやすいってなるとしたら女性の方が。女性の方がそうですね。女性の方が全然もう全然もうとか言って。なるほど。はい。今まで3人いたって言ってたんで、その30からの恋愛歴みたいなのちょっと聞きたいです。どんな人がいて、どんな感じだったみたいな。最初の子は、同じフェムで、同じ夜のお仕事をしてるホステス同士、違うお店だったんですけど、でもう生活リズムが全部一緒じゃないですか。なんかお昼に起きて一緒に食べて、で仕事行って、で
その頃はもうすごいラブラブだからアフターしないで12時で上がって待ち合わせしようみたいな、で終電で帰ってきてっていうで家で飲んでみたいな、それをずっと4年続けてましたね。4年すごい。4 4年それを続けてましたね。仲良しですね。そうですね。それが1人目ですね。2人目の子は、すごい年下で、関西に住んでたんで遠距離恋愛でした。長かったんですか？そこは長くないんですよ。1年ぐらいなんですよ。1年もそうで3人目が今の方ってそうです。アバユーさんのタイプってどんな感じなんですか？タイプはすごい自分を持ってる人ですね。いいよいいよみたいな優しい人じゃなくてみたいな。待ってってくれるけど、私のわがままを聞いてくれる人。大事です。大事よね。でも2人はどうなのかなっていつも YouTube 見てて思ってたんですよね。結構付き合うまでは引っ張っててほしいけど、付き合ったら自分の意見を結構柔軟に聞いてくれる人の方が好きなタイプ。付き合うまでは引っ張っててほしい。私こっちかも、こっちタイプかも。似てる感じ。付き合うまではってこう引っ張っててほしいけど、付き合ったらちょっと自分の言うこと聞いてほしいなって思いますね。なんか甘えん坊のイメージです。おっしゃる通りです。そうなんです。はい、合ってます。テレビアンカップル。これ皆さんよく質問でいただくんですけど、2丁目で出会うためにはどういう行動を取ったらいいとか、確かにこういうポイントで恋人を探すためにするのがおすすめだよ的なのを教えてほしいです。バーで出会ってる人が多いですよね。話してだんだんこう仲良くなってご飯とか行って実は付き合いましたとか。声のかけ方ってどんな感じがいいのかっていうのなんか私のお店だと私を交えて最初は喋るんですけど、なんでかなんですかみたいな、そうですよねって言ってこっちもそうで、でも最後は子が喋ってるみたいな。でも絶対なんかみんなバー巡りするじゃないですか。だから2軒目とかになんか次どこどこ行くけど一緒に行かないみたいので仲良くなってるパターンが多いと思いますね。なるほど。一人で行く方ができますよね。そう、一人で行く方がいい。なんか友達といると友達と盛り上がっちゃうし、確かにそうですね、なります。勇気を出して一人で行くっていうのがいいと思います。交際3人じゃないですか。はい。それ以外の方とかいるんですか？例えば、こうちょっと遊んでた時期とか、めっちゃありますね。大体でいいんですけど、今まであとどのぐらいの女性と関係が関係ですか？3いけた？3いけた？はい。なるほど。はい。すごいもうだいぶ先輩で。全然そんなことない。年取ってるんで。今までで一番の修羅場みたいな。修羅場ですか？聞きたいですね。修羅場めっちゃありますよ。イベントのはい。トイレに入ってったんですよね。気になってた人が。で入ってったんで、私もすっごい酔ってたんでついてってトイレに2人で入っちゃったんですよ。そしたら彼女が気づいてて来てトイレにドン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 みたいな彼女持ちだったんですね。あと追っかけたんですね、彼女っていうのはありますね。テレビアンカップル。親御さんにいつカミングアウトされたんですか5年前か。パートナーシップを結ぶ時に両親に言いました。勝手にさ、パートナーシップ結んでもよかったんですけど、一応結ぶなら言った方がいいかなと思って、でなんかずっと女の子の一人暮らしってさ、思ってるのも逆に心配かけるかなと思って、誰かいるよって言った方が安心かなと思って。どんな感じで言ったんですか？お姉ちゃんに付き添ってもらって、なるほど。で私と彼女とうちのお姉ちゃんでもなかなか言い出せなくて、でもう友達っていう体で今までは連れてってたから彼女のことを、そこも仲いいんですよ。ですごい喋ってたけどなんて言って切り出そうかなと思ったら、お姉ちゃんがなんかポロって言ってくれたんですよね。もしかしてそうなんですか？彼氏みたいな存在なんだってみたいな。そしたらお母さんはなんとなくそんな気がしてたよみたいな感じで、テレビでそういう結婚式、女の子同士の結婚式も見たことあるから、あれと一緒なんだねみたいな感じでって言ってましたね。理解があったんですね。理解がありました。お父さんはちょっと結婚して子供もいるから、一度ね結婚して子供もいるから、まあいいんじゃないかみたいな。じゃあしてなかったらやっぱりなんて言うのかな
かそういうどう思ってたんだろうな。一回結婚したら何も言わないみたいな、そう、うんじゃなかったらなんか嫌だったのかなやっぱりとかは考えましたね。すごいですね。結構人生経験がすごいねすごい分厚いうん分厚い人生経験が、子供にも全部言ってますね、カミングアウトとか。どうでしたお子さん？子供ですか？はい最初はもうそろそろ彼氏作ればみたいなこと言われたんで、作っていいよみたいな、ずっと作らないでって言われてたから、今がチャンスかなと思って、彼氏じゃなくて彼女だったらって言ったら、えみたいになって、でもそこでまあそうなんだよねって話をしたら、まあ、人生はいろいろだからそれでいいと思うよって言ってくれて、私も隣にいた友達とかもみんな泣くっていうありがとうみたいな。すごい、何歳ぐらいの時に行ったんですか？彼が16歳ぐらいですかね。高校生。そう優しい子ですね。テレビアンカップル結び八は私ともう一人2人オーナーのお店なんですけど、私たちは結構年なんですけど合わせて90歳っていつも言ってるんですけどそんなバーなくないって言ってるんですけど、でもバイトの子たちはみんな美人で若くて優しいので、どんどん仲良くなってください。みんな話したらすぐ友達になってくれるんで、みんなぜひ行ってみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、あばゆうさんの Twitter チャンネル登録の URL、おむすび8の URL も概要欄に載ってるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。